おはようございます。めぐりかみ太一です。今日は寒い冬にぴったりのフランスの定番スープ、オニオングラタンスープアラオニオンを紹介したいと思います。このスープアラオニオンですけども、エスコフィエのギードキュリネールで調べてもこの名前では載っていません。エスコフィエのギードキュリネールにはポタージュガハビュアラオニオンと載っています。この時代、エスコフィエがガイドブックを作った時代で、ポタージュガービュというと野菜をよく炒めてうまみを引き出し、それをピューレ状にした濃度のついたポタージュのことを指していました。今現在ではガービュというとガスコーニュ地方のスペシャリテで、白インゲン豆、キャベツ、あと鴨のコンフィを使った濃度のついた豆のスープというよりもカスレに近い料理のことを指します。今回このスープアラオニオンですけども、使っている材料は玉ねぎだけになります。なので丁寧に飴色になるまで炒めるのがポイントになります。料理の工程がシンプルなだけに丁寧に仕事をしないと仕上がりがかなり変わってくると思います。それではスープアラオニオン一緒に作っていきましょう。それでは玉ねぎを剥いていきます。このように先っぽを刺して、今回はエマンセにしてしまいますので芯もきれいに取っていきます。もちろんこの一番上の乾いている皮がある層は全て取り除きます。もちろん中を見て腐っていないか確認してください。このようにエプルシェ、オニオンの皮を剥いていきます。それでは半分に切ってエマンセスライスしていきます。今回繊維を断ち切る形、繊維に直角にこのようにエマンセしていきます。こうすると炒めた時に甘みも十分出ますし、勝手に煮崩れていきます。この時もよく切れる包丁を使って厚さは揃えてください。厚さを揃えることによって火の入りが均一になります。鍋を温めてバターを入れます。バターがよく溶けたら先ほど切った玉ねぎを入れます。玉ねぎを入れた後は軽く塩をしてシュエしていきます。この時シュエというときっちり全体的に火が入った状態に持っていきます。ここでいきなり強火で一気に炒めてしまうと半生の状態で色がついてしまうことがあります。なのでまず一旦きっちりシュエ、玉ねぎに火を入れてから後でキャラメリゼしていきます。この時バターと塩が全体になじむように全体的に混ぜてから蓋をしてゆっくりシュエしていきます。蓋をして5分が経ちました。このように内側に水滴がついています。この水滴は鍋に戻してください。そしてもう一度よく混ぜます。玉ねぎ全体的にきっちり火が入っていますので、ここからは火を強くしてキャラメリゼ、色をつけていきたいと思います。火を強くしてから気をつけないといけないのが、この鍋の縁に玉ねぎがついていないことです。どうしてもついてしまうと周りから焦げてきてしまいます。なのでここはきれいについてないのを確認して火を強くして炒めていきます。このように下にうまみですね、キャラメリゼされたうまみがあると玉ねぎ本来の持っている水分でこのように剥がしながらどんどんキャラメリゼ、きつね色になるまで炒めていきます。玉ねぎはなるべく均等な厚さ、平らになるようにしてください。この時も
鍋の縁には玉ねぎがないように気をつけてください。この時どうしても色をつけないといけないので、しばらくほったらかしにして、このように鍋の底にうまみがキャラメリゼした状態になったら、玉ねぎの水分でうまみを剥がしていきます。この動作をきつね色、茶色くなるまでずっと続けていきます。結構これぐらいになるまで放ってても構いません。で、うまみを剥がす時に水分が足りなくなってきてますので、普通の水を入れて鍋の底きっちりうまみを剥がしていきます。これぐらいの色まで炒まってきたら、ここでスプーン1杯分の小麦粉をふるって、よく小麦粉に火を入れていきます。粉にきっちり火が入ったら、ここでコンソメを無入れしていきます。今回使っているコンソメは牛肉のコンソメになります。もちろんこれ鶏のコンソメでもいいですし、鶏のだし汁、ブイヨン・ド・ボライユでも構いません。またコンソメ・ド・ブフ、ブイヨン・ド・ボライユの動画は他にありますので、そちらを参考にしてください。コンソメを入れ終わったら、ここからは強火でまず沸かしていきます。この時にきっちり鍋底、鍋横、側面にあるうまみはきっちり剥がしていきます。これが残っているとそこから焦げたりしますので、きっちりうまみ、キャラメリゼしたうまみを剥がしていってください。ここで塩を足します。この後よく沸いてきたらアクが出てきますので、アクをきれいに取ってください。やはりアクを取ることによって余分な雑味がなくなりますので、非常に美味しいスープに仕上がると思います。アクをきれいに取ったら、最後胡椒で味を整えてスープアラオニオの完成になります。もちろん最後は味見をしてください。それではオニオングラタンスープに必要なガレンチュール、クルトンを用意します。
今回はバゲットを1センチぐらいの厚さに切ったものをトーストしていきます。トーストするときはシンプルにトーストするだけにします。好みでオリーブオイル、バターなど上に塗って焼いても構わないですけども、今回はシンプルに本当に焼いただけのクルトンを用意します。クルトンが用意できたら熱々のスープをスープ皿に入れます。このスープ皿ですけども、テッド・ド・リオン、両脇にライオンの頭がついているスープ皿です。フランス語ではテッド・ド・リオン、あと日本ではライオン丸と言ったりしますね。そこに熱々のスープを入れてクルトンを乗せます。その後今回はコンテラペ、コンテチーズのおろしたものを上からたっぷりとかけて、あとはオーブンに入れるだけです。このコンテラペですけども、代わりにグリエールチーズなどを入れてもいいと思います。今回はちょっとアクセントに黒胡椒を上にひいて、このままオーブンに入れます。スープが熱いので、もし天火の火口があれば上をブラチにするだけでも構いません。今回は180度のオーブンで5分ほど表面がきっちり美味しい焼き目がつくまでオーブンに入れました。これでフランスの冬の定番スープ、グラタンオニオンスープ、スープアラオニオンの完成になります。あとは下に小さいお皿の上に乗せて美味しく食べてください。材料もシンプルなのでぜひ挑戦してみてください。それではお疲れ様でした。ボナペティ。